Primero, déjame presentarte la belleza de las playas de Cancún。日本での知名度はあまりないカンクンですが、この場所は世界屈指のリゾート地として世界の人々を魅了しています。その中でも何といってもカンクンの魅力はその美しいビーチ。世界中の観光客がこのカリブ海の美しいビーチを見るためにカンクンにやってきます。カンクンのカリブ海はカリビアンブルーと呼ばれ、絵の具を溶かしたような美しい青色の配色が特徴的です。まさに絵になる景色って感じですよね。このカリビアンブルーの海と真っ白で美しい砂浜のコントラストがね、もうとっても美しく、カンクンが世界屈指の美しすぎるリゾート地と言われる一つの理由になっています。もうね、このビーチを生で見たら心が震えるほど感動することは間違いないです。ほんとね、海がね、透き通ってた。砂浜も真っ白だから海の透明度の高さがはっきり理解できるほど綺麗。もうね、あれはアートですね。そんぐらい芸術的なビーチです。そしてカンクンの海でフェリーに乗ると360度全方向美しい海に囲まれます。その光景はビーチとはまた違った良さがあるんですよね。爽やかなブルーの海と真っ白な砂浜のコントラストが美しいビーチとは異なり、フェリーに乗った際に見れる海は深みのある濃いブルーの海と鮮やかな明るいブルーの海のコントラストって感じですね。対照的な2つの青が重なり合ってとっても綺麗です。ビーチのような分かりやすい美しさも素敵なんですが、私はこのような大人向けの深みのある美しさも大好きです。海の美しさには様々な形があるんですね。皆様はどんな海が好きですか？ここまででカンクンの海に少しでも興味を持ってくださった方は、ぜひカンクンスペース海とかで調べてみてください。美しすぎる海やビーチの画像がたくさん出てきますよ。けどね、やっぱぜひこのビーチはね、生で見てほしいものです。私がカンクンのビーチを見た感想は、とにかく美しいですね。もうね、語彙力がなくなります。海の透明度がとにかく高い。ダイヤモンドって透明度が高ければ高いほど美しく輝きも増すって言われてますよね。私は海もそれと同じだと思ってて、海の透明度が高ければ高いほど美しく輝くと思うんです。カンクンの海は世界屈指の透明度ということもあり、美しいのはもう当然なんですね。その上、不純物が少なく真っ白な砂浜とメキシコの強い太陽光によって海はさらに輝きを増し、言葉では形容できないほど美しい海となっています。ということで次はそんなカンクンの美味しすぎる料理の話。ビーチということもあってやっぱりね、海鮮料理が美味しいんですよ。これはもう当然だよね。山の観光地は山の幸が美味しくて、海の観光地は海の幸が美味しいのは当たり前。もちろん海鮮が苦手な人でも美味しい料理はたくさんありますよ。肉とかね、めっちゃ美味しかった。そんでね、やっぱりね、カンクンの美しい海を見ながら食べる料理はね、別格なんですよ。格別なんですよ。山の山頂で食べるカップラーメンが美味しいように、自然豊かな森の中で食べるカレーが美味しいように、最高の景色っていうのは空腹と同じようにね、最高のスパイスになるんですね。名言ですね。僕が個人的に好きなのはエビ料理。メキシコのエビってなぜか日本のより美味しく感じるんですよね。身がギュッと引き締まっててプリップリなんですけど、味付けはね少し濃いめで、メキシコの美味しいカクテルやビールなんかとの相性は抜群ですね。そんぐらいね、やっぱエビがね美味しい。他にもね、このカンクンの料理では海鮮タコスがねめっちゃ美味しかったです。メキシコでは牛や豚などのタコスが一般的なんですけど、こういうリゾート地で売っている海鮮タコスはまたね違った美味しさがあるんですよね。ぜひね、カンクンに来たらタコスの、ね、食べ比べをしてみてください。最後に私たちの度肝を抜いたカンクンの名物料理を紹介します。それはね、なんと日本食で、その名もロブスターラーメンです。日本にはたくさんのご当地ラーメンがありますよね。このカンクンにおいてはこのロブスターラーメンがご当地ラーメンみたいなもんなんです。お店の名前はラーメンひろやといって、ホテルゾーンにあるチェドラーウィというスーパーの近くにあります。現地の方にも日本人観光客にも愛されているカンクンの人気ラーメン店ですね。それにしてもこのロブスターラーメンの見た目のボリュームすごくないですか？器に入りきらないほど大きいロブスターが1杯に2尾ぐらい入ってましたね。見た目のボリュームもすごかったんだけど、中身のねボリュームもねちゃんとすごかった。ロブスターには身がぎっしり詰まっており、スープも麺もとってもね美味しかったんですよね。ラーメン自体のクオリティも非常に高く、日本人でも美味しく食べれる内容でした。しかもね、このボリュームとクオリティで1杯2700円ぐらい、安くないですか？日本でこのサイズの、エビが入ったラーメンを食べるなら多分倍以上の値段くらいしますよね。それだけ安く提供できるのには秘密があって、ロブスターはカンクンの特産なんですね。
なので安く質のいいロブスターを提供できるらしいです。そのおかげでこんな素敵なラーメンを食べることができるので、カンクンに来られた際はぜひこのロブスターラーメンをね食べてみてくださいね。他のラーメンもねかなり美味しかったので、海鮮が苦手な人でも美味しいラーメンが食べれるお店です。こんな感じでカリブ海の恩恵を受けた美味しい海鮮料理がカンクンで食べれるので、カンクンに来られる方はねもうねお腹を空かせて来てください。はい、ということで次はカンクンのホテルが豪華すぎるということで、カンクンのホテルゾーンと呼ばれるエリアにはみんながね名前を知ってる世界的にも有名なホテルがたくさん立ち並んでます。このリゾートホテルの数々がカンクンを世界的に有名にした魅力の一つでもあるんです。ホテルゾーンにあるどのホテルでもカリブ海とラグーンの景色を見ることができ、超豪華なプライベートビーチやプールなども楽しめます。さらに宿泊費や飲食代が含まれたオールインクルーシブホテルも多数あり、メキシコナンバーワンのビーチを見ながら最高級の料理やお酒を気軽に楽しめるんです。まさに夢のような時間を過ごすことができるのがこのカンクンのリゾートホテルの特徴なんですね。オールインクルーシブを知らない方のためにビバメヒコ様の記事から一部抜粋して説明しますと、これらの料金が全て含まれるという、最初に払う料金に全て含まれるっていうプランなんですね。やはりこの中でも特に魅力的なものは全ての食事やアルコール類、施設の利用料、これらをほぼ無制限に利用できるということですね。さらにカンクンのオールインクルーシブで提供される料理のクオリティは世界でもトップクラスだと言われています。そんなレベルの高い料理を好きなだけ食べれるのはマジでテンション上がりますよね。さらにカンクンのホテルゾーンにあるホテルはどれも豪華なものばかり。世界中のセレブが集まるだけあって、どのホテルもねもうお城みたいに豪華なんです。もうねこのエリアを歩いているだけでまるで映画のワンシーンかのような動画が撮れます。道も綺麗に舗装されていて緑も豊か、背景には豪華なホテルが見えるので、全ての場所がインスタ映えスポットになりうるエリアなんですね。なのでホテルを見ながら散歩するだけでめちゃくちゃワクワクします。そんな素晴らしいホテルの詳しい詳細についてはまた別の動画で紹介します。実際に私たちが宿泊した超素敵なホテルの中身やサービスなど感想を交えて紹介しますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。次はカンクンのナイトライフの規模がすごすぎたので紹介します。カンクンには面白い異名があって、パーティーのね女王って呼ばれてるらしい。その理由がもう実際に行ってみて分かりました。すんごいもうホテルゾーンの近くにクラブが密集してるエリアがあるんだけど、そこではね夜通しクラブミュージックが流れてて、人の人数もクラブ自体の大きさも日本とは段違いの規模なのよ。海外のクラブすげーって思ったね。クラブの中は人で密集していて、クラブの外も音楽を聴くために集まった人たちがいて、中も外もとにかく人って感じ。さらにネオンの看板やゴリゴリの爆音クラブミュージックでもうエリア全体がギラギラしてて、まるで日本のバブル時代を連想させるような、そんぐらい派手な場所でしたね。やっぱ実際行ってみてパーティーの女王と呼ばれる理由が分かりました。実際に私たちもクラブに行ってみてすごい楽しかった。周りにいる人たちも純粋に音楽を楽しみに来た人たちばかりで、私たちもお酒と音楽に酔いしれていましたね。でもね一個強烈に感じたのは、もうみんなマスクしてね、こんなに人同士の距離が近いのに従業員以外の 99% はねマスクしてなかったですね。だからあれここってコロナがない世界線なのかなって一瞬疑問に思ったほどですね。まあこれはあくまで僕の予想というか多分だけど、アメリカからの観光客が多いのが理由かなと思うんですね。カンクンってアメリカからの観光客がすごい多いんですよ。でアメリカではもう全50州でマスクの着用義務がなしになったので、その感覚でこのメキシコのカンクンに来ている人が大多数なんじゃないかなと勝手に思ってます。メキシコではねまだまだマスクちゃんとしてねって感じなんですけどね。何にせよ最初この光景を見た時のねカルチャーショックがねすごい大きかったです。ポジティブに捉えるのであれば、それだけコロナの脅威が少なくなってるってことですね。ちなみに私たちはコロナに感染しておりませんでしたのでご安心を。そんな感じでカンクンの規模がでかすぎるナイトライフの様子でした。はい、ということで以上になります。また次の動画でお会いしましょう。アディオース。